日本のマンションやばすぎました。韓国人の僕、これって何なのって5回叫びました。でも、住めば住むほど気づいたんです。日本のこの設備、実は全部に理由があったんだと。なぜ世界トップレベルの技術大国が家の中ではあえてこれを残すのか。韓国を19年、日本9年住んできました。両国のマンションアパートで暮らした僕が意外だった装置5つを紹介します。それは日本のベランダ、浴槽、浴室、窓、洗濯文化です。日本人の災害対策、迷惑をかけない思想、家族文化が見えてきました。ぜひ最後まで聞いてみてください。一つ目は謎の板に衝撃を受けた話です。日本のマンションに初めて住んだ時びっくりしたのは、実はリビングじゃないです。ベランダです。韓国だったらベランダってほぼ室内化するんですよ。窓を追加して拡張して洗濯機を置いて収納を作ってキムチ冷蔵庫まで置く場合もあります。完全に生活空間なんです。でも日本ベランダで行った瞬間、なんで隣と板1枚で繋がってるのですよ。しかも床を見ると突然脱出ハッチあるんですね。いや、これ。最初、都市伝説かと思いました。しかも、日本のベランダって意外と何にも置いちゃダメなところもあるらしいですよね。理由を聞いたら、火事とか地震の時に避難経路になるからということでした。日本は非常時に1秒で逃げられる設計を決めますよね。地震火災もなんか雨降ったらみたいなことあるじゃないですか。だからあの薄い板、最初ただの板だと思いましたが、自分の命か隣の人の命を守るようなドアなんだなというふうに思いました。住んでから見て、こういう日本人の安全に対する執念を感じることがありました。二つ目は、日本の追い焚き文化、最初理解できませんでしたって話です。これ見て混乱しましたね。追い焚きって何なの？これ初めて見たときに、正直な話、日本語が読めませんでした。何なのかもわかりませんでした。追い焚きって何？追いのはわかるんですが、焚きってなんだ？この滝のたってなんだと思ったんですね。そしてその正体を知るともう一回驚きましたね。水をもう一回温めるのってどういうことですね。韓国だとですね、基本はシャワー文化なんですね。お風呂に入らなくても全然 OK な人も多いんですから、もう使う分だけお湯を出して、もう終わったら終了ですよね。もちろんその高級な家だったりとか、浴槽ある家で住みたいって人は家に浴槽あるんですが、そのような場合でも基本1回入れて、出たり。なぜならその家族4人中で、お風呂入りたい人がもう1人だったりとかもするから、この4人で回すっていう考え方自体が僕みたいな人にはなかったわけですよね。しかも、この追い焚けって技術的に見れば、ちょっとなんかそんな簡単な話ではなくて、その冷たい水っていうのは温め直すってどういうことなんだと思うんですよね。だってそこに火をやるわけでもないですよね。だからこれはもう技術的にも僕にはショックだったわけなんですね。だからこういう4人家族が全員お風呂に入ることを想像して、また温めるっていう、こういう家族文化もありますし、そういう技術力も見えたっていうところで、僕は見ててもう興味深い、面白いというふうに思いました。3番目はですね、洗濯物を風呂場で乾かす国っていうことでした。これ意味不明でしたね。この日本の家で洗濯物をどこに干すのかって話あるじゃないですか。韓国だと、ドラム洗濯機、その乾燥できる洗濯機買ったりとか、ベランダがあるから、そこに干すんですよね。で、知り合いの家に行ったら、洗濯物を風呂場に吊り始めてたんですよ。しかも、もうちょっと少ししたら、天井からブーみたいな音がするんですね。浴室壊れたのって聞いたら、いや、乾燥ボタン押しただけだよって言われて、マジで思ったんですね。でもね、これ、なんかびっくりしたんですが、そういう、日本の家に住むと分かりました。日本ってなんか、雨の時期だったりとか、もう春とかは花粉多さありずじゃないですか。台風ある時期もあるじゃないですか。雪も降るじゃないですか。防犯的に下着外に出さない人もいるじゃないですか。そういうのをなんか見てたら、なるほどって思ったんですね。こういう浴室でやるやつって、その夜中でも乾かせるから、共働き家庭であれば、もう夜11時に回して、朝にそれを着て出るってことも
できますよね。だからそういうなんで風呂場でこういうことをやってるんだって驚いた僕も無言で、もうそういう家に住んだら乾燥ボタンガンガン押して乾かしていました。で、そして実はですね、今年乾燥機付きの洗濯機買ったんですけれども、ちょっとマジで良かったです。これはちょっとそれるんですが、マジで良かったです。4番目は日本のカチャ文化。最初は地味にカルチャーショックでした。日本の家って意外なぐらい手でやるんですね。玄関もオートロック使うというよりは、最後は自分で確認してくださいって感が強いんですね。何かで言うと物理的な鍵で開けるってことですね。韓国だと指紋認証とか暗証番号とか、スマホ連動のドアロックっていうのがほとんどそうだと思います。で、そして最近マレーシアに行ったんですけども、マレーシアでもカードキーで、解錠していましたね。だから、そういうことを見てると、そっちの方が効率いいんじゃないのだったりとか、鍵ってなくしたらどうすんのとか、鍵ってお金かかるんじゃないのっていうふうに思っていました。しかもドアも窓ガラスも倉庫も自転車も鍵とか自分の手で回すってことありますよね。物理的に。でも日本で震災とか見ていると、ちょっとずつ考え方が変わるわけであります。停電だったらどうするとか、システムエラー起きたらどうするとか、巨大な震災で自動ドア止まったらどうするんだというふうに思いましたね。もちろんそういうことまで踏まえた電式なんちゃらがあればいいと思うんですけれども、もちろん簡単じゃないですし、すでに物理鍵いっぱい出てるから、そのまま物理鍵の方がコストは安いんだというふうに思うんですね。だからこういう韓国とか、他の国では、利便性重視でできるようなことも、日本だったらこの災害だったりとか、非常時でも絶対動かないといけないような安心感ってことを考えると、まだその鍵みたいなことは日本にあった方がいいみたいな観点も出てくるし、実際今でもそのような効率的ではないけど念の一のために置いてあるもの、使っているものっていうのはあると思いました。で、5つ目はですね、日本の洗濯機スペースですね。これ人生で初めてサイズ測りましたっていう話ですね。日本で引っ越した時に、意外なところで苦戦しました。それは洗濯機だったんですね。韓国だと、これはもちろん家によるんですが、多様と室っていう空間があります。で、そこに洗濯機、乾燥機、気密連続も掃除道具とか段ボールとか全部ぶち込むっていう、総合的な感じですね。だから、日本に来て家の中で洗濯機置き場ってことを見た時にびっくりしたんですね。まずこれ何なのと。洗濯機に合わせてこのような形になってるんだと。なるほどって思ったんですね。で、日本置く場所シビアですよね。この綺麗に固定できるようにしてますよね。あの形を見ると。だからその限られた空間をどのように安全に、どのように効率的に配置できるようにするのかってことを考えてるんだというふうに思いました。このようなことを見てると、いろんな考え方、価値観、僕勉強するわけなんです。で、僕韓国に住んでて、韓国の価値観しかわからなかったんですから、韓国のマンションのことを、そのまま日本に来て、その日本で求めちゃうんですよ。これ人間の本能ですよね。前あったものがなくなったら求めちゃうんですよ。で、そしたら、これ便利だったな、欲しいな、とか思っちゃうんですね。さっきもドアロックの話あったりとか、今日話してないんですけれども、家が暖かくなる温度ルとか、そういうこと恋しいなと思う時もありますよね。でも僕の場合ですね、日本で何年も暮らすと、なぜこうなるしかなかったのかだったりとか、日本は韓国であることをしない分、他のとこに力を入れてるのかっていうことが必ずあると思うんですよね。例えばその災害を守るとか、限られた環境で最低限の効率を導き出すだったりとか、そういうことがあると思ってます。で、最初に不便に見えた避難ハッチとか置いたきとか浴室関数、ちょっとわからなかったもの、不便だったもの、全部今になってですね、僕の周りで静かに日常を共にしています。韓国の考え方、日本の考え方、僕にとってはどっちも面白いかなっていうふうに思っていて、だからこそこういう日本の文化一つずつ学びながら楽しんでいきたいというふうに思いました。今日は以上です。ありがとうございました。僕でした。